堀田はじめさん、当時9歳。翌日、中広町に叔父を探しに母と妹とバスで広島市内に入りました。授業をしとったような気がしますがね。で、歴史を習いながらちょうど原爆の閃光がピカーッと光るドカーンというすごい地響きがするようなね爆発音がしましたよ。でちょうど僕が一緒に机におった隣の友達がなんですよ、大きな人でね、先生がすぐ机に下へ入れいう指示があったんですが、つい僕が遅かったもんでね、中へ腹なんだんですよ。でその時に学校の校舎がこの字型にこうなっとって、僕らがこっち側の教室に乗って向こう側の屋根の上の方、今いう爆がねさーっと通のをよく見たんですよ。白いいうか青いいうか、一瞬にカメラのフラッシュがだったら一部的にこう光るけど、もう全体がねピカーッと光りましたよ。地響きがして破裂音がね。それからまあ今いう薄暗い雲が爆風素通りする。それからもう先生がもう授業を取りやめと、皆下校しようという状態だったんですよね。学校からここまで約 2.5 キロぐらいありますがね、途中夕立いうか、その大粒の雨がもう真っ黒い雨になってね降ってきましたよ。馬車とかトラックに今の被爆した負傷者がね続々帰ってきたんですよ、富山に。親戚がある人も親戚のない人もどんどん帰ってきたからね、その方がびっくりするようなことで、衣服がね焼け焦げた人もあるし、半分以上は裸東電だったと思いますよ。やけどはもう火膨れがしたんやらね、もう生身が見える状態ですよ。皮膚がのうて皮膚が垂れ落ちて、まあ肉が見える、血がにじみ出るような形ですよね。姿形がもうすごい変わってね、まぶたの裏に残っとることは男の人か女の人か髪の毛がないし、もう半分は言葉に出んような状態の人がね帰ってこられたんですよ。その日は今度次に学校へ行くのがもう取りやめになりましたから、それは学校の校舎と、それで今のお寺さんとかいうところをみんな宿にされてね、要所要所へ婦人会の方たちが介護に当たったり食事の支度とかいろんなことをされて、もう学校も当分中は授業はしてなかったと。広島が爆弾が落ちたげないいう話を聞いて、で母親がおじさんとこへ行こういうことでね、朝一番のバスで
出たわけなんですよ。広島市内の旧市内の手前に、長塚村いうところがあるところに新庄橋がありましてね、で幕府で市内がバスが通れんので新庄橋で降ろされてね、みんなそこからみんな市内入る人は歩いてみんなそれぞれ行ったんだと思いますよ。で僕は今のおじさんのところへ、母親と私の妹と瓦礫残骸が散らばっとる中をね、三笹横川付近はもう焼けて残骸が少しずつくすぼったりしてからね、まあ異様な異臭とか考えられんこの世の中のなんじゃない姿がなんですよ。もう手つかずの状態ですから助ける人もおらんし助けようという人もおらんような、もう自然に横たわった姿がね、無残な人たちの間を、歩いて中広まで、時間はよくわからんのだけどだいたい昼前後だったと思いますよ。おじの家へ着いたのがね、道端も助けてくれって手は伸ばすんだけどもそのままですよ。みんな言葉も熱い言うだけで助けてくれいう人はもういなかったですね。熱いよいうのと水をくれいう言葉だけ。夢にも見たこともない、この世の絵図じゃないですね。骨が見えるぐらいに肉が垂れ下がった人やらね、そのままの状態ですからウジ虫が湧いとるんですよ。もう肉が皮がへげてね、水をくれいううちにもうような人がたくさんそのままの状態でね、行った時にはもう今の地下が作業場でしたからね。それで今の車力を作るのに鉄の輪を作るのに地下に火事場がありましてね、コークスを余計食べて冬後で今の火を起こしてあれさや金を作成するんですが、そのコークスと家がでもう火が消えることないぐらいの、コークスがありましたからね。でもおふくろも兄を探すこともできんし、僕らも火の中ですからどうしようもないわけですよ。伝えるもんなら伝えてほしい。経験はしてほしくないと思います。日本人にかかわらず今宗教のことであちこちでねそういうことをしよるけど非常に残念に思いますよ。二度とこういう経験は僕ら以外はしてもろちゃ困りますよ。若い人はね。こういう僕の脳裏にある部分は人には見せとうないですよ。もうやめてほしいと思います。絶対に後世に残しちゃいけませんよ。こういう争い事はね。僕はそう思っております。